皆さん、おはようございます。旅の12日目です。今はベトナム中部のビンディン省ホアイニョンというところにいます。このホームステイではバナナやインスタント麺、水が用意されています。お湯を沸かしてお茶を飲もうと思います。家から持ってきたミロも飲みます。昨日よく寝れましたが、今日はまだ体が疲れているので、ここでゆっくりと休憩したいと思います。朝はバイクのメンテナンスに行きました。国道沿いにホンダの正規店または代理店で修理をします。ホンダでのマップ検索では偽物の代理店も出てくるので、必ずホンダヘッドと調べてください。今回はライトやオイル交換、メーターの修理をしてかなりの出費でしたが、安全第一の旅を心がけています。ちなみに旅に出る前にもライトを交換しましたが、ホンダの正規店ではなかったので偽物を取り付けられたそうです。あの時は手と明けで行列だったので、ホンダの代理店には行かなかったのですが、後々大きな出費になったとは思いました。面白いものを発見しました。ライスペーパーを作っているところです。竹製のざるに生地を広げて天日干しをしています。まるで魚の干物を作るようですね。生地は米を粉砕したものです。ここホアイニョンを探検しようと思います。今日は天気が良く、風が涼しいです。ご飯屋さんを探していますが、全く見当たりません。近くの市民に聞くと、この辺りはみんな早起きをし、朝ごはんを食べる人も多く、お店も早く開店します。そのため、閉店もとても早く、今は昼の12時ですが、ほとんどのお店がすでに閉まっています。お腹は空いていますが、お店が見当たらず、旅をしてから初めての経験でした。Phương xa. Bánh tráng gì đây? Bánh nước dừa, bánh tráng không, Lấy bịch bánh tráng nó đi. một bịch thôi hả? ようやく食べ物を売っているお店を見つけました。ここでは服やココナッツなども売っています。今回はごまとココナッツ入りの焼きライスペーパーを買いました。この辺りは風が涼しいですが、日差しが強く、肌が焼けるように熱く感じます。少し外に出ただけで日焼けをして肌が痛くなってしまいました。海沿いの道を見つけました。水が透き通っていて波が穏やかですね。正式には海ではなく海と川の間の汽水域です。先ほど買った焼きライスペーパーを食べながら海を眺めて少し
休憩しようと思います。この辺りは面白いですね。ここはタムクアン港と呼ばれるところです。この港の名前の意味は三観港で、その名の通り3つの川から海への入り口となっています。第四ケオ川とタムクアン川、それと名前のない短い川です。水はとてもきれいで、南シナ海へとつながっています。ここは休憩にはぴったりですね。先ほどは日差しが強かったのですが、ここでは暑くなく、風がとても涼しくて心地よいです。海の周りを歩いてみます。船が帰ってきたり出港したりしている様子がよく見られます。やはりここは港なので、たくさんの魚が取れていますね。船もたくさん見かけますが、独特な青色をしています。船の底や縁を見ると赤色であることも多いです。調べてみると、船の底は常に水に浸かっているため、錆を防ぐための塗料が塗られており、それが赤色になっているそうです。左側には川があり、水がとてもきれいで静かな波が立っています。右側には海が広がっており、左右を見比べるだけでも雰囲気が異なり、面白い場所です。ここでは淡水、汽水、海水の3つを感じることができ、防波堤の役割も果たしています。カニを見つけました。捕まえようとしましたが、カニの動きが速くて捕まえられませんでした。このミッションは難しいので諦めることにします。でも、たくさんのカニを見ることができました。この隣にはタムクアンビーチがあります。ここはなかなか良くてキャンプができそうですね。この辺りは港なので新鮮な魚があると思い、魚を売っている場所を探しました。するとマグロを売っているお店を見つけたので入ってみました。ここではイカの干物も作っています。マグロがたくさんあり、重さは20キロから50キロほどあります。私たちはあまり食べられないので、フィレを2キロだけ買いました。マグロを買ってからホームステイに戻ります。このホームステイの近くにはきれいな田んぼがあり、そこで自然を感じながらマグロを食べようと思います。まずマグロをきれいに処理します。このホームステイにはキッチンがあるので自分で料理ができます。普段家ではサーモンを丸ごと1匹買ってさばくこともありますが、しっかり教わったことはないので、ほとんど手探りの状態です。
身を崩さないように丁寧に切り、美味しい部分だけを刺身にします。Ủa má nhìn gì ít được ít mà nhiều quá trời à. Phải cái rau rồi nữa cho anh không rồi. Có xì dầu. Đúng rồi, xì dầu rồi nhưng phải cái rau. 近くにいた外国の方が私の調理を見ていたので、試しに食べてみると聞いてみました。家から持ってきた醤油とわさびを使って刺身を食べてみます。ベトナムの醤油とは異なり、刺身にも合う醤油です。その方は試食をしてみて美味しいと言ったので、その後私も食べてみました。本当に美味しかったです。このマグロは新鮮で臭みがなく、甘みもあってとても美味しいですね。これは大当たりです。刺身の準備が完了したので、冷蔵庫に30分ほど入れて冷やしてからさらに美味しくします。福井園でも見かけましたが、この辺りにもツバメがたくさん住んでいるようです。お庭でお昼ご飯に刺身を食べていきます。マグロがかなり多いので、今回は昼と夜で量を分けていきます。このマグロは日本のスーパーで売っているマグロと同じぐらいのレベルだと思います。刺身だけなのにお腹いっぱいになり、もう食べれません。この木は桑の木です。日本でも地図記号には桑畑がありますね。小学生の時に教わりました。絹を生産する蚕の餌として重要で、蚕が桑の葉を食べて成長します。また、桑の葉はお茶や漢方薬にも使われます。桑の実はマルベリーとも呼ばれ、ラズベリーやブルーベリーにも似ていますが、あまり酸っぱくはなく、ほんのり甘い味がします。ここのオーナーさんから分けてもらったパウダー酒を飲んでみます。このお酒はベトナムのビンディン省で生産される伝統的な米のお酒です。お昼寝をしたらあっという間にこんな時間になりました。もう夜の8時です。近くのスーパーで野菜を少し買い出していきます。このスーパーはどの地域でも見かけるので、目新しいものはなさそうですね。夜のお庭の雰囲気はとてもよく、誰もいなくて静かでリラックスできます。風も涼しくて、ここの宿は最高だなと思いました。さて、晩ご飯の準備を始めます。次は刺身ではなく別の料理を作ろうと思います。今回はマグロステーキを
作っていきます。お昼の時に美味しい部分はすべて刺身で食べてしまったので、残りの筋が多い部分をステーキにしていきます。この葉っぱはとてもいい香りがします。どうやらステーキと一緒によく食べる葉っぱのようです。スタッフにこの葉っぱの名前を聞きましたが、声が聞き取りにくく、よくわかりませんでした。本当に知りたかったのですが、未だにわかりません。近くの市場で買った果物を洗い、冷蔵庫からマグロを取り出して厚めに切ります。次にステーキのソースを作ります。マンゴー、パイナップル、玉ねぎ、ニンニクを小さく切り、鍋を準備してガスボンベをセットします。ヨーロッパ風のソースでマグロのステーキととてもよく合います。とっても美味しいです。正直なところ、刺身より美味しいかもしれません。このステーキはいくら食べても飽きないです。個人的には生の部分が多い状態より少し焼いたぐらいがマグロの甘みが出て美味しかったです。このステーキのソースは玉ねぎをよく使うので、もっと多く玉ねぎを買っておけばよかったです。お好み動作の場合は体重をセッティングします。宿にあったマッサージチェアに座ってみました。椅子は革製で質感も柔らかくて、マッサージの内容もカスタマイズできるので、かなり気持ちが良かったです。今日はベトナムでも新鮮で美味しいマグロがあるという発見ができて、とても嬉しかったです。このホームステイも居心地が良く、最高にリラックスできました。ここの宿には本当に感謝しかありません。また明日も楽しいことが待っていますように。皆さんおやすみなさい。メドライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。